こんにちは。4G 初めから攻略パート46です。前回はエピソードクエスト第1弾、湯煙繁盛記を遊びました。今回はまたイベクエの攻略になるよ。あの大人気防具が登場だ。4G の顔続々です。楽しみですね。おーし、それじゃあやっていくぞ。今回のクエは陽気の匂いがするぜ。なんすかそれ、配布場所ってだけでしょ。というわけでやっていくのはこちら、USJ 青と金の共演です。その名の通り USJ とのコラボクエだね。リアルの USJ で先行配布されたやつだ。とはいえもちろん、現地でダウンロードはしてません。少し遅れて一般配信されました。先行配信から数えると約4ヶ月後の配信です。それまでは実質オンラインでの貼られ待ちでした。でもって作成できる部分はめちゃくちゃ優秀だよ。これがどういう受け取られ方したかは想像つくよね。我々のように野良で運よく参加できたものからイベクエ部屋に釣られるもの、いろいろありましたね。仕方ないですが不公平感はありましたよね。モンハンワールドの創世の章のノリに近いです。モンハンワールドと少し事情が違う点があって、クエスト自体が普通に難しめなんだよね。MH4G の G 級2等同時クエスト、ワールドのドドガマルトレウスアシとはわけが違うよ。つまり野良で募集されやすいんですよね。キックされなければ普通に参加することができました。ワールドはワールドでオンライン周りが強化されてて、そちらでも参加に困ることはなかったですが。とはいえ、カンソロで遊びたい人も一定数いるからね。そういう人は一般配信を待つほかなかったよ。この辺の反省があったかは不明だけど、最近はこれ系の限定防具の配布はなくなったね。アイスボーン以降は聞きませんね。この数年は例の感染症の影響もあるでしょうが、リアルとゲームをつなげるような要素については、体験イベントだけになってる印象です。イベクエについては、配布とか開催が終了すれば受けられなくなるのは一緒だけどね。現行でオンラインが生きてる作品についても、いずれ受けられなくなっちゃいますからね。Steam ではそうそう起きなさそうですけど。4G に限らず、G 級作品だけでも全部 Steam に出てほしい気持ちはあるよね。コンソールだといつ終わってもおかしくないからな。そこは気長に待っていましょう。スイッチ2も来ることですし。この動画を編集しているとき、ちょうど第1回の抽選締め切りを過ぎましたね。我々もしっかりマリカーセットに応募してきたよ。心の底から通ってほしい。スイッチ2はずっと楽しみにしてましたけど、今回の発表ダイレクトはかなり完成度高かったですね。モンハン過去作等の期待を抜きにしても、純粋に手に入れたいと思ってます。発売日に手に入れられるかどうか、ただそれだけが今不安なところだよ。初代スイッチの時は手に入れるの大変だったからな。発売から4ヶ月後くらいにようやく買えたよ。それも店頭の抽選で偶然当たったものでした。あれに外れてたら確実に難民コースでしたね。今回は転売対策で大量に製造しているとの噂ですが、早く入手できるに越したことはありませんからね。まずは第1回の抽選結果待ちだね。運を天に任せるとしよう。さて、そろそろ 4G の話に戻りましょう。今、レギオスが2回目の睡眠に入りました。このクエ、難易度が高いとは言いましたが、それはイベクエとかシリーズ内での比較です。極限どころか恐竜化すらしないからね。煙があれば普通の個体を2体倒すだけだ。レギオスに煙が効かないから、こっちを先に倒す、それだけだよ。さらに、支給品もかなり充実していますね。状態以上の投げナイフと落とし穴まであります。それから、しっかり飛躍まで完備です。最も手厚い部類でしょう。注意点を挙げるなら、シンプルにレギオスがモンスターとして強いことかな。こいつ G 級通して何度か戦う機会あったけど、結構理不尽寄りの強さしてると思うね。鱗が畳んで破裂する攻撃と空中の詰め攻撃、あれが相当厄介ですね。特に空中の詰め攻撃に関しては隙がほぼありません。あれをどれだけやられないかで難易度が変わります。レギオスは個体差が特に大きいと感じるね。足ダウンが入り続けて速攻クリアできるパターンもあるし。逆になかなかダウンが奪えない時間が続くと、ずっと相手のターンになることがありますね。一度劣勝を受けてしまうと、さらに隙を晒すことになるので、防戦一方になりがちです。これ、レギオス好きの人はどうやって安定させてるんだろう。そもそも安定させられるのか不明だけど、レギオス140の TA って調べてもあんまり出てこないのよ。これって単純にやる人が少ないからかな。TA を除いても、ギルクエモンスとしては積極的に採用されるモンスではありませんでしたよね。モンスター自身の強さもそうですし、
煙が効かない仕様も大きいと思います。我々も超セルレのギルクエ持ってるんだけど、これ相当困る仕様だよね。極限になったら肥やすら効かなくなっちゃうし、ソロ136以降は絶望的だ。マルチなら合流前に倒しきればよかったですが、今だとソロでしのがないといけませんからね。極限上とセルレの2頭同時は、さすがにどんなプロハンでも対処は難しいでしょう。一応、報酬はそれなりに多い方だけど、結局ジョーラーには劣るからな。正直、弾の味変以外には、ガルメリットがほとんどないよね。スラークトライトを掘りたい場合もジョーでいいですしね。不遇とまでは言いませんが。レギオスに関しては、ギルクエ以外で出番が多いので、看板モースの体裁は保っていると言えるでしょう。これで出番すら少なかったらことだがな。ただでさえ、4G 以外では見る機会少ないし。それで言うと、バイルスは出てもおかしくないですよね。せっかく筆頭ランサーがいるわけですし。槍部隊でモンスターと対峙する場面は、ゴマに取られちゃってますが。これで極限セルレでも復活したらお祭りだぞ。未知の樹海の亡霊以外には、阿鼻共感だろうが。ワイルズ、4G 要素はあまりないんですよね。4要素は多いんですけど。アプデでがっつり 4G を感じられれば、我々としては非常にテンション上がります。言って、やべえ、普通に落ちりそう。やっぱりこの詰め攻撃が強すぎますね。列車が本当に厄介になってます。他のモースだと大技は落ちらなければ問題ないですが、回復にすら制限がかかりますからね。これ、普通に列車耐性つけるのありだな。ナオトウが遅い武器とかは特に。列車耐性って何気にゴスロスキルなんですよね。ちゃんと10ポイントで無効化できます。確かにつけてもいいかも。あ、レギオス終わったわ。交戦時間は6分くらいか。なんだかすごく長く感じました。ずっと気を張ってないといけませんからね。さあ、あとはオフが1匹だけです。最初から帯電ですが、特に問題はないでしょう。ちなみに、レギオス素材がこの後必要になるから、煙焚いて剥ぎ取っておいた方がいいよ。オーガとレギオス、どっちの素材も色々使うからね。もちろんレア素材も要求されるよ。さて、しょっぱな落とし穴への誘導をミスっていきます。これは非常にもったいない。今後歌いがないとリアクションが長くてイライラするね。仕方ないんだけどさ。つーか、無理に落とし穴狙うこともないけどね。常に弱点の後ろ足を狙えるし。通常のオフガは非常に打点の低い武器に優しいです。弱点がそのまま転倒につながります。こいつがおかしいのは極限だけだからね。あれは優しくなさすぎる。逆に、後ろ足さえ硬化してなかったら、極限でも両モンスになってたんじゃないかな。その場合は前足あたりが硬化しそうですが、後ろ足が弱点になる恩恵がはるかに大きいですね。そうなると、ヘイトはピンク玉に集まりそうですね。あの攻撃は一体なぜ生まれてしまったんでしょうか。雷光虫って周囲の環境の影響を受けやすいのかもね。山つかみの体内で巨大化したりするし。いわば極限雷光虫ってところか。冗談じゃないよ全く。もともと超電雷光虫なんてものもいますし、ジンオウガとは特に相性がいいのかもですね。ともかく今は極限ではないので、目の前のオウガに集中しましょう。そうだね、せっかくレギオス超えられたんだし、オウガで移ったり捨てられないぞ。このクエ、ほぼ確定で連戦することになるからね。今のうちに慣れておかないと。この分だと1回あたり10分以上はかかっちゃいそうです。ハードですが頑張りましょう。おりゃ。さすがに楽勝ですね。今更通常ウーガに手間取ることはありません。ただ、時間は結構かかっています。これでもクラビスを極限強化してきたんですが。いくら弱点いつでも殴れるとは言っても、そもそも第一弱点ではないからね。直接頭を殴れる体験とは、どうしてもタイムに差が出るよな。頭を殴れるのは、こうして転倒した隙くらいですからね。帯電中も狙えることは狙えるんですが。その後の展開を考えると、それでも足を狙ってダウンを取りに行った方が良かったりします。そもそもレギオスを見越して双剣にしてるからな。オフガは倒せればいいのよ。レギオスやるなら回避性能は欲しいんですよね。今のところ、双剣用の装備でしか組めていません。というか、せっかくペダンが完成してるので、武器だけ変えちゃえばよかったんでは。あ、終わったわ。タイムは12分半くらいか。確かに、これはペダンに入れ替えた方がいいかもね。心眼がないのは不安だけど。連戦するとなると、毎回12分はちょっときついですからね。ペダンなら1、2分は削れそう。さあ、とりあえず1回目のクリアができたので、目当ての報酬を見ておきましょうか。来た来た、この青いチケットだね。
スタジオエスパス。当然のごとく1枚だけと、これを5枚集めたいよ。長い戦いになりそうですね。では、頑張って集めていきましょう。はい、集め終わりましたよっと。マジで疲れたわ。結局、1回1枚しか出なかったので、5連戦しましたね。それで、解放されるのはこちら、みんな大好きスターナイトです。GX ハンターと並んで 4G を代表するイベクエ防具だね。まずは何も考えず全部作成していくよ。この防具、珍しくパーツ運用はあまりされないからね。尖った SP が多い GX ハンターとは対照的ですね。まあ GX ハンターも複数つけることが多いですが、素材は先ほども触れた通りで、オウガとレギオスのものを複数要求されます。強玉と天玉はもちろんのこと、レギオスの角とかはストッパーになりやすいね。あと、地味なところで大長老チケット S5 枚だね。これもイベクエ限定素材だ。USJ クエでも出ますが、確定ではないんですよね。沼ると大変そう。さあ、これで全部作成ができました。この状態のスキルを見てみましょう。素のスキルはこれだね。ノリマスを除いても、挑戦者に技物、心眼が発動。その上で、アキスロが11個だよ。しかも、防御が高くてマイナス耐性なし。おまけで、匠の SP が4あります。3スロ2個で、ちょうど匠が発動できますね。この通りで、極めて優秀な防具です。ベースがいい上に、拡張性も強力。GX ハンターが半ば体験特化な性能に対して、こっちは手数武器に幅広く相性がいいね。中でも、ペダンマデュラとの組み合わせは最高だよ。こいつなら、ノリマスまで活かせてしまう。ペダンとスタナイを揃えておけば、ほとんどの相手に対して困ることはないでしょう。とりあえずは手持ちのお守りを活用して、2パターンくらい装備を作っておきますかね。だね。スタナイは作業面でも楽ができる。挑戦時を使わないのがいい。さ、あとはここに詰めて。よし、とりあえず1セット目が完成。小耳を入れたものだ。これは大上などを想定したものですね。今組んでいた装備の完全上位互換となります。ノリマスはともかく、心眼の追加がやはり心強いです。ペダンの白ゲージの弱点を克服できます。総中根は弾かれやすいからね。心眼が実使用上で一番効果を実感できるかも。さあ、2セット目も組んできました。こちらは少し攻撃的な構成です。弱特と回避性能を入れてきた。主に小耳がいらない相手用だね。耳栓を3色に頼るからややハイリスクだが、うまく回せた時の火力はピカイチだよ。上位レベルのナミオマでもここまで普通に組めちゃいます。なんならスロット余ってますよ。やっぱスタナイって神だわ。そりゃあんだけ欲しかったわけだよ。さーて、じゃせっかくだし、こいつで試し切りでも行こうかね。ちょうどいいクエストを見つけてあります。タフな相手ですが頑張りましょう。試し切り相手はこれだ。多分、赤の終焉。タイトルからわかる通りで、例のバルカン特殊個体です。それの強化個体ですね。古文書の方はだらされてやりましたが、あの時よりこちらもかなりパワーアップしてます。依頼主は謎の石器の男だよ。こいつバルカン大好きだよな。この方、セカンドでもバルカンクエの依頼主でしたね。妙にハイテンションなので印象に残ります。バルカン以外にもアルバの依頼してましたよね。近畿級をさらっと持ち込んできます。ラースクエなんて古文書に書かれてたモンスだぞ。ギルドはこいつの身辺調査をした方がいいんじゃないか。この人、どうやって依頼持ち込んでるんでしょうかね。本人が直接依頼に来るわけじゃないんでしょうか。伝令役とかがいるのかもね。明らかにただ者じゃなさそうだし。依頼主も個性的というか謎が多いよな。ミラ系の亜種は特にその傾向が強い。不思議なことが多いですね。それもモンハンの醍醐味ではありますが。さて、そろそろモンスター自体に触れていきましょう。この子は普通のミララースではありません。最初に挑戦者のエフェクトが出た通りで、常時怒り状態になってるよ。ただし、本来軟化するはずの肉質は硬いままだ。純粋に攻撃面が強化されちゃったよ。挑戦者が常時発動するといえば聞こえはいいですが、敵が最大限力を発揮した状態で戦わないといけません。そのため、強化幅としてはかなり強力です。通常個体より一段上にいますね。もともと怒りが頂点に達した特殊な状態なのに、常時怒り状態とはね。もはや我々の尺度で測れる怒りとは別の次元に行ってるのかもしれんな。激コムラーとか飢餓状とかと同じく、生物として持つべき機能が壊れてるようにも感じます。
元が最強の種族なので事情は違うでしょうが、これも寿命が短かったりするんでしょうかね。普通のバルカンも含めてだけど、一度こうなったら元に戻ることってあるのかな。ずっとこんな状態のやつがいたら、人類が何度滅んでも足りなさそうだが。この子、多分ハンターに怒ってるでしょうから、人類みんな敵になりそうですもんね。まあ、今はそんなことはどうでもいいか。とにかくこいつは強敵だよ。耐性もあって一撃で落ちるほどではないけど、だいたい削りが2発入ったら危険水域だね。肉質が硬いのも普通に厄介ですよね。ひるみづらい上に時間がかかります。特に足ダウンが取りづらいのは困ります。ずっと手応えがない感じです。今回はペダンを持ってきてるけど、やっぱり竜で来た方がいいかもな。ここはちょっと悩ましいところですね。実は竜自体の通りもそこまでよくありません。足狙いだけなら竜は20通りますけど、胸には10しか効かないんですよね。意外だけど、腹とかは火の方が通るんだよね。バルカンとラースの肉質が同じなこと前提だけど、物理さえしっかりしていれば、息吹を担ぐのも全然ありだよ。武器種はやっぱり総中根がおすすめですかね。慣れてるなら体験が早そうですが。リーチが短い武器は足の削りが厳しいと思います。全部ケアしてもいられません。非耐性を上げても限界があるからね。物理ダメージはしっかり食らうわけだし。それよく火力をしっかり持った上で、極限生命でケアするのが一番かもね。ま、そんな難しいことするくらいなら、総中根持っちゃうのが楽ですけどね。こういう相手はモーション値勝負になりがちなんで、根の強さを実感しやすいです。まあね、今は特にスタナイ入手しちゃったから、なおさら根でええやん感は出るよな。今回は安全をとって1回しか乗ってないけど、2、3回なら余裕で乗りも狙えるからな。この辺もまたずるいところですよね。ギルクエでこそ乗りは目立ちませんが。大型モースに対してはどこでも攻撃チャンスを作れます。唯一無二すぎますね。乗り名人もスタナイくらいでしかつかないからな。わざわざ装飾品でつけるほどじゃないし。G 級防具で乗りがつくのはかなり珍しいですね。確か2、3種類しかなかったはずです。その上で有用スキルが複数個つくとなると、実質スタナイ一択と言えるでしょう。スタナイは実用面はもちろん見た目もいいからな。すごい特別感ある装備だよね。コラボ先の華やかさがよく現れていますね。テーマパーク感あります。で、この辺地形が終わってるんだけど、段差と傾斜以外の牙を抜いてくるね。仕方ありません。戻って位置をリセットしましょう。ほっとけば抜け出してくれるはずです。まだまだ先は長そうだ。とりあえず、体力には気をつけていこう。またエリア外に行ってしまいました。マジで終わってますね、ここ。せっかく戻ってもこのありさまだよ。地面の陥没なんて可愛く見えるくらいだ。ラースはダメージゾーンの生成があるから、中途半端に距離取るのもやりづらいんだよな。かといってエリアの境界で立ち回ってても、普通に熱波を食らうことがありますね。物理的にラース君の後ろに回り込めないので、非常に危険な状況になります。長靴術は必須級のスキルだね。前回やった時は研磨術をつけてたが。あれはダラサルだったからつけてただけですね。強化クエだと妥協していられません。削りも痛いし一撃も重いしで、結構ハードなクエストですね。実はラースのイベクエはもう一つあってね。最初はそっちをやるつもりだったんだが、今更通常個体やっても味気ないから、こっちを選択したよ。もう一方のは古文書解読説に受けられる、ある種救済クエストの立ち位置ですね。こっちの強化クエは一応専用の報酬があります。防具が一つ解禁されますね。そっちの防具は残念ながら性能はいまいちだ。わざわざ解放することもないと思う。通りでこのクエに印象なかったはずですよね。当時1回クリアしたかなくらいです。これが終わったら防具の性能をお見せしようと思うよ。まずはこいつをしっかりと処理していく。飛びかかりで8割くらい減りましたが平気です。一撃以外はかすり傷ですね。さあ、だいぶ時間も深くなってきたね。もうすぐ20分経っちゃうぞ。見てわかると思いますが、かなり慎重にやってます。終わりが見えなくて精神的にきますね。このクエだと真剣一体の心眼が非常にありがたいです。尻尾に弾かれるの危なすぎるので。これ以上ケアするものが増えると頭がパニックになっちゃうね。で、こいつはいつ倒れてくれるんだ。あんまり長引くのは美しくないぞ。古文書の方が15分ちょいでしたっけ。肉質を考えると20分ちょいくらいでしょうか。このクエ、プレイ経験がほぼないので、耐久力が全然読めませんね。
おっと、ここで倒せたか。唐突に終わったな。タイムは20分5秒でした。わずかに20分には届かずですね。まあ、こんなもんじゃないですか。30分とかかからなくてよかったです。とりあえず満足かな。スタナイならミラ系やりたかったから。それじゃあ、最後に解放された防具を見ていこう。これですね。GX ミラバル Z シリーズです。なお、G 級のバルカンは全部ミララースなので、ミラバル Z という防具は存在しません。ネーミングは不思議な防具だよな。バルカンなのかラースなのかわからん。で、性能としては、凍傷がついてはいるんだけど、それ以外のスキルとスロットが微妙だね。根性と秘伝、まあ悪くはないんですけど、凍傷なら他に優秀なのがありますからね。上位ミラバルではパーツとして優秀でしたが、G 級ではクジュラがあります。かわいそうだが趣味防具だな。おそらく今後やることはないだろう。目的はスタナイの試し切りでしたから、とりあえずこれでいいでしょう。さあ、GX ハンターとスタナイが揃ったぞ。2パートで急激に戦力が上がってきた。いい調子ですね。どんどん拡充していきましょう。たまにストーリーなんかも交えつつ。まだまだイベントはいっぱいあるからね。4G を隅まで楽しんでいこう。発掘やお守りも地道に集めていきましょう。早く防具に追いつかなくては。だね、まだまだ完全には程遠い。ほいじゃ、次の動画で。またね。